Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、ね、もう11月ですので、ね、さすがに涼しくなりました。はい。でも、もう涼しいというより、もはやとても寒いです。はい。ね。なんかもう本当に10月ぐらいまですごく暑かったので、ね、結構エアコン使ってたんですよ。クーラーね。はい。で、それがやっと終わって、ね、さすがに10月の終わりぐらいから、11月入って涼しくなって、ああ、やっとエアコン使わなくていい。よし、ちょっと電気代安くなるぞってね、思っていたんですけど、その時間も本当に短かったです。はい。ね、もう11月20日ぐらいなんですけど、今ね、もう寒いですね。涼しい時期終わっちゃって、もう寒いです。はい。ね、やっぱりね、15度よりもっと寒くなると、ね、今度暖房を使いたくなっちゃうんで、ね、うん。結局またエアコンを使ってしまっているという感じですね。はい。で、今もう長袖のインナー着て、で、この、なんて言うんでしょう。裏側がモコモコであったかい服のことを裏起毛って言うんですけど、そう。なので、長袖のインナー着て、で、その上にもうこの裏起毛の服も着ているという、それぐらいね、寒くなりました。はい。そして朝とか、もっとそれでも寒い時は暖房をつけてます。ということで、日本の秋は一体どこに行ったんでしょうかというところですね。はい、それでは今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、という感じで、ラジオみたいに喋ってみました。はい。で、じゃあ今日は何をやるのかというところなんですけど、今日はですね、一人でたくさん話すポッドキャストをやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はですね、何を話すかと言いますと、この前行った沖縄旅行について話していきたいと思います。はい。で、ね、ずっと動画見てくださってる方はわかるかなと思うんですけど、あれなんか、この前四国旅行行ってませんでしたみたいなね。また旅行行ったんですかっていうね、なるかもしれないんですけど、はい、その通りです。はい。10月に私のパートナーの誕生日旅行っていうことで四国旅行に行ったんですよ。で、今度11月、そのパートナーと2年記念日旅行っていうことで、まあ、記念日は10月だったんですけど、ちょっと忙しかったんで、11月に2年記念旅行ということで沖縄に行きました。はい。ね。でもやっぱ旅行って結構ね、お金かかるじゃないですか。ね。はい。で、10月はそうパートナーの誕生日だったので、私がお金を出してその四国旅行をプレゼントしたんですよね。はい。で、それがあってちょっとねお金が厳しいというところで、11月そう2年記念旅行は2人のためのものなので、どっちもがね、お金出し合って、割り勘で行けたら、本当はいいなと思うんですけれども、ちょっと、10月の誕生日旅行をプレゼントしたので、私のお財布はちょっと厳しく、はい、11月の、旅行は、プレゼントしてもらいました。はい。はい、というところで、感謝の気持ちを持ちながら、せっかく沖縄旅行に行きましたので、それについて話していきたいなと思っております。はい。でですね、なんかまたチャイムが鳴っておりますね。これは5時のチャイムですね。はい。もし入ってたらすいません。はい。気にせず話していきたいと思います。はい。で、今回沖縄旅行3日間行きました。はい、3日間です。で、なので、そんなにね、長く話さないかなーって思ったんですけど、話すことわかるように、ちょっとこんな感じでスプレッドシートにですね、書いてみたんですよ。1日目、2日目、3日目ということで、バーってね、思い出しながら書いたらですね、まあまあ予定がたくさんありました。はい。なので、
もしかしたらこのポッドキャストちょっとね長くなっちゃうかもしれないんですけど、皆さん最後までお付き合いください。はい、ぜひ最後まで聞いてくださったら嬉しいです。はい。でですね、そう、このチャンネル1600人ぐらいの方が登録してくださっていて、本当にねありがとうございます。はい。なんですけど今、とりあえずね、本当はもっと頑張りたいんですけど、とりあえずの次のステップとして2000人が目標になっておりますので、もしこの動画を見てまだ登録してないよっていう方がいらっしゃいましたら、どうかチャンネル登録をお願いします。そこのあなた、チャンネル登録お願いしますはい、ということで、今日もたくさん喋っていきたいと思いますので、皆さん最後までたくさん日本語を聞いて勉強していってください。みずきです。チャンネル登録お願いします。はい、それでは沖縄旅行をですね、1日目から話していきたいと思います。はい。まず1日目、出発は結構ゆっくりでした。はい。お昼の12時出発の予定でした。はい。これもね、いつもなんでかわかんないですけど、ちょっとね、遅れちゃうんですよ。はい。ね、いつも心がけていることは、例えば、12時に出発しないといけないってなっていたら、じゃあ11時半に出発しようって、心がけて行動するようにはしているんですけど、はいね、そういう仕事以外のプライベートの時間ですね、ちょっと遅れちゃうことが、あります。はい、時々とは言いません。結構あります。はい、ごめんなさい。はい。で、12時予定だったんですけど、確かね、ちょっとだけね、まあ多分10分ぐらいだったとは思うんですけど、そう、10分ぐらい出るのが遅れちゃって、やばいやばいと思って、はいね、車で、その愛知県の空港に向かったんですよ。セントレア空港っていうところがあるんですけど、その空港に向かいました。はい。で、そう、私がちょっと準備が遅れたこともあり、ちょっと遅れていて、で、そしてですね、パートナーが運転してくれてたんですけど、まさかの高速道路に乗った時にですね、反対方面の高速道路を運転してしまったんですね。はい。全然ね、はい、私が、ちゃんと地図を見ていないというのも悪いですので、はい。2人のせいなんですけど、はい。それで私が遅れたというのと、高速道路を間違えたっていうのがあって、だいぶですね、時間がギリギリ、もうギリギリのギリギリ、マックスギリギリになっちゃったんですよね。はい。すいません。変な日本語喋っておりますけれども。はい。で、やばいと思って、でも空港着いてめちゃめちゃ走りました。はい。めっちゃ走って、で、なんとかチェックイン間に合いました。はい。よかったね。はい。ね、よかった。はい。とりあえずね、無事にチェックインして、はい。で、飛行機乗りました。ね。飛行機乗るまででどんだけ喋るんだっていうくらいね。今喋っちゃったんですけど、すいませんね。聞いてくださいね。はい。うん。で、向こうの沖縄県の、一番大きい都市かな、那覇市っていうところに那覇空港がありますので、その那覇空港にその1日目同じ日の、5時ぐらいに到着しました。なので、愛知県からその沖縄県までだと飛行機でだいたい2時間ぐらいかかります。はい。まあそんなにね遠くないかなと思います。はい。ね、私ワーホリでオーストラリアとか行って、でその時結構ね、もう10時間ぐらいは飛行機乗ってたんで、それに比べたら全然ね、国内旅行の飛行機だったらまあ近いもんだなって思います。はい。うん。で、その飛行機の中では、そう、事前にネットフリックスでダウンロードしていた映画を見ながら行ったので、本当あっという間に着いちゃいました。はい。で、一応何を見ていたかと言いますと、その時はですね、ルローニケンシンっていう映画がありまして、はい。なんだろうな、侍の映画なんですけど、結構有名だと思うので、もしかしたら知っているかもしれません。はい。
でちょっと前にやっていて、ちょっと前じゃないですね、結構前ですね、結構前にやっていたそうシリーズの映画があるんですけど、それを見ていきました。はい。で、そう5時過ぎぐらいに那覇空港に着いて、で、そっからとりあえず電車に乗りました。はい。その1日目のホテルにまず向かおうというところで、そうですね、その空港の近くから電車に乗って、そのホテルの近くの駅で降りて、でホテルでチェックインしました。はい、ちょっとね見ながら喋ってるんですいません、あんまり画面見れてないんですけど、耳でね聞いてくださったらいいかなと思っております。はい。で、とりあえず、チェックインして夕方に、でその後は那覇に国際通りっていう有名な、通りがあるんですよ。はい。何かっていうと、その国際通りに本当に本当にたくさんのお土産屋さんがあったりとか、あとご飯屋さんがあったりとかするので、そうとりあえず国際通りはまあ行きたいかなというところでした。はい。で、そうこれ話し忘れちゃったんですけど、私沖縄は小さい頃に多分ね1回かな2回かなぐらい行ってて、ちょっと忘れちゃったんですけどね、またちょっとお母さんに聞いときます。はい。で多分2回ぐらいかな行ってて、でその後高校生の時に修学旅行でも1回沖縄に行っているので、なので多分なんですけど4回目ぐらいじゃないかなと思います。はい、今回はね。はい。なんですけど、最後に沖縄に行ったのがそう高校生の時だったので、その時からは結構時間が経っていて、もうどれぐらいだろうな、多分修学旅行行ったのが17歳とかそれぐらいだったので、もうほんと9年ぶりとかに沖縄に行きました。はい。なので国際通りね行ったことあったんですけど、もうすごい忘れちゃってたので、久しぶりに行くことができて嬉しかったです。はい。で、国際通りでじゃあ何したんですかっていうところだと思うんですけど、まずですね、なんか沖縄でシーサー有名なんですよ。守り神みたいな感じでシーサーっていうのが有名で、それの形をしたシーサークッキーっていうシーサークッキーが有名なお土産屋さんがあったので、そのお店に行きました。はい。で、そのねクッキーがちょっとここにあるので、見せたいと思います。いつもねそう旅行行った後すぐお菓子ね食べ終わっちゃうんであんまりねちゃんと直接見せられないんですけど、動画のためにと思って全部食べないで撮っておいたので、せっかくなので見せておこうかなと思います。はい。こちらですね。わかるかな。ちょっとまあこれだと分かりづらいかもしれないんですけど、一応シーサーの形をしたクッキーっていう感じで、これをお土産として買ってきました。はい。で、この紫の方ですね、なんか沖縄では紅芋が有名なんですよね。なんかさつまいもの中も紫みたいな、そんな感じです。多分なんだろう、タロイモとちょっと似てるかもしれません。はい。でもまたタロイモともさつまいもともちょっと違う、似てはいるんですけど、紅芋っていうのが沖縄では有名で、それを使ったお菓子とかも結構人気なので、このシーサークッキーもですね、これは紅芋味のやつがありました。はい。という感じですね。シーサークッキーのお店に行きまして、で、その後はですね、これもまた紅芋なんですけど、沖縄で紅芋タルトってめちゃめちゃ有名なお菓子があるんですよ。はい。で、それもここにあるんですけど、これですね。これはタルトです。そう。タルトがあって、その中にこの紅芋のクリームがあるという感じです。はい。はい。で、そのお店にはですね、なんと紅芋生タルトっていうのがありまして、これは冷蔵の商品になります。はい。なので持って帰ってきてはないんですけど、そうこっちの普通の紅芋タルトは普通にクッキーと同じく常温で食べられるんですけど、その紅芋生タルトの方は冷蔵なので冷たいスイーツで、
中にねカスタードとかも入っていて、もうちょっとなんかケーキ寄りみたいな、そんな感覚で冷たいスイーツで、それね食べてめちゃめちゃ美味しかったです。はい。なので紅芋タルトもおすすめなんですけど、紅芋生タルトもめちゃくちゃおすすめとなっております。はい。で、その後はですね、皆さんドン・キホーテって聞いたことありますか？日本に、ドン・キホーテ、私たちはよくドンキって呼んでるんですけど、ドンキっていうなんだろうな、大きいところだとスーパーにもなってるし、あとは本当に何でも売ってます。お菓子とか洋服とか靴とか、あとはなんだろうな、スマホカバーとか充電器とか、あと家具も売ってるし、本当に何でも売ってて、で、たまにちょっと安い商品もあってみたいな、そういう感じのお店がね日本全国にあるんですけど、そのドンキが沖縄県にもあって、で、そこのドンキでですね、結構その沖縄のお土産もたくさん売っていたので、そのお店で、お土産を買いまくりました。はい。お菓子を買いました。で、何を買ったかちょっと先に紹介しちゃいますね。これ最後に紹介しようかなと思ってたんですけど、今紹介しておきます。まずこちらです。私が一番好きな沖縄のお土産、これです。お菓子ですね。雪塩チンスコーっていうやつです。はい。これ宮古島の島って書いてあるんですけど、なんだろうな、沖縄も塩が有名ですし、あと沖縄の近くにある島、宮古島もう塩が有名なんですよ。はい。で、このですね、チンスコーっていうお菓子、こういうクッキーみたいなちょっと長細い感じのクッキーが、もともと沖縄で有名なチンスコーっていうお菓子がありまして、でそこに塩も有名なので、それを合わせてで、雪塩チンスコーっていう商品なので、甘じょっぱい感じのクッキーですごく美味しいので、沖縄のお土産でこれが一番好きです。はい。とか、あとはこういうナッツとか、あとはこれも塩ですね。ちょっと空いてるんですけど、うま塩プレッツェルっていう感じで、これも、プレッツェルっていうこういう棒状のお菓子が日本であるんですけど、それの、塩バージョンが沖縄のお土産としてありました。はい。そんなところですかね。はい。そんな感じで、ドンキで、たくさんお土産を買いまして、で、その後はですね、福助っていうお店のポータマを食べに行きました。はい。ポータマもですね、沖縄でめちゃめちゃ有名な食べ物なんですけど、これはなんだろうな、またちょっと後で写真あったらここら辺に載せておくんですけど、ポーク卵おにぎり、略してポータマです。はい。なので、おにぎりではあるんですけど、なんか三角じゃなくて、挟んでる感じですね。おにぎりのサンドイッチみたいな感じで、中にスパム、ポークなんで豚ですよね、スパム、そして、卵焼きが入ってる、それがポータマと呼ばれています。はい。で、その福助さんのポータマは何がすごいかと言いますと、その卵焼きがですね、めちゃめちゃ分厚いんですよ。はい。ね。普通もうちょっとね、薄い卵焼きが入ってるんですけど、スパムと同じぐらいの厚さの卵焼きが入ってるんですけど、そこの福助さんのポータマは卵がめちゃめちゃ分厚いっていう有名なポータマがあります。はい。で、そこのポータマを食べて、で、その後ですね、夜ご飯を食べようと思って、で、沖縄料理を食べられるお店に入りました。で、あとですね、沖縄には民謡が結構たくさんありまして、で、そのお店で沖縄の歌を歌ってくれるっていうご飯屋さんも結構たくさんあったので、じゃあせっかくだからね、その歌も聴きながら食べたいなと思って、そういうね、歌を歌ってくれる
ミニライブがついてるご飯屋さんみたいなところに入って、でそう沖縄料理いっぱい食べて、で食べながら、その民謡を聴いて楽しんでっていうところで、楽しかったですね。はい。で沖縄料理ですね、本当に私全部好きで、例えば、海ぶどうとか、海ぶどうね、名前面白いですよね。本当になんかぶどうみたいな、すんごい小さいぶどうみたいな見た目でも海で取れるので、海藻っちゃ海藻だと思うんですけど、その見た目からして海ぶどうっていう名前がついてます。はい。とか、あともう一個別の海藻でもずくとか、あとはミミガーっていう食べ物も、私的には結構好きでした。なんだったっけな、耳がなんかここの豚の耳の軟骨の部分だったかなと思います。はい、コリコリしてて美味しかったです。で、あとは豆腐も有名なんですよね。はい、確かねピーナッツとかが入ってたような気がするんですけど、ジーマミー豆腐っていう有名な豆腐があって、それも食べました。なのでそのお店で食べたのは海ぶどう、もずく、ミミガー、ジーマミー豆腐、そしてあとゴーヤチャンプルーですね。それだけ唯一沖縄料理で私あんまり好きじゃないというか、ちょっと苦手だなって思うものではあります。はい。ゴーヤっていう緑の野菜で、ピーマンよりもっと苦い、ちょっとね癖のある苦味がある野菜で、私的に結構苦くてちょっと苦手な野菜ですね。はい。でそれと卵とかを混ぜた炒め物がゴーヤチャンプルーっていうんですけど、なのでそれだけちょっと苦手でした。はい。なので、ゴーヤは食べないで卵とかだけ食べましたはい。であとはもずくの天ぷらとかもずくの茶碗蒸しとかあって全部美味しかったです。はい。っていうところですね。あと大事なものを忘れていました。そのお店でもなんとサーモンのお寿司があったので、ここで食べなくてもいいよねとは思ったんですけど、なんかね2貫だけで頼める、少ない量で頼めるサーモンがあったのでちょっとだけ食べちゃいました。はいね、サーモンは食べないといけないですよね。はい、という感じで、1日目はその後はホテルに帰って終わりました。はい。というところで、もう結構喋ってるんですけど、まだあと2日間ありますので、ゆっくり聞いていってください。はい。で、2日目はですね、朝起きて、でそのホテルから本当に歩いて5分ぐらいのところのレンタカーを、パートナーが予約してくれていたので、そこまで歩いて行って、で、車借りました。そうレンタカー屋さんで車借りて、で移動しました。沖縄ね、電車がちょっとあるんですけど、やっぱり移動するには車があった方が便利だなっていうところで、今回レンタカーを借りました。はい。で、その後はですね、まだ朝ごはん食べてないので、カフェに行きました。なんか沖縄で、大きい町、北谷町っていうところがあるんですけど、その北谷っていうところにね、なんか日本っぽくない名前ですよね。北谷っていう町の名前があるんですよ。で、北谷にジバゴコーヒーっていう結構大きいカフェがあって、でそこに行きました。はい。で、コーヒーがメインかな。コーヒーがメインであったんですけど、私そんなにコーヒー好きじゃないんで、カフェオレとかは別に飲めるは飲めるんですけど、そんなにねそこまで大好きというわけではないし、で朝どうしても牛乳が飲みたかったので、そのお店で、私はですねホットミルク頼みました。はい。なんか日本のカフェでホットミルク頼む人あんまりいないと思うんですけど、私牛乳好きなのでホットミルク頼みました。はい
で、あとクッキーとかで、そこでもなんか紅芋チーズケーキがあったので、それも頼んで、それが朝ごはん1になりました。1っていうのはですね、その後も違う朝ごはん食べたので、一応朝ごはん1と言っておきます。はい。で、その後はですね、違う市に移動しまして、メキシコっていうお店に行きました。はい。もちろんメキシコに行ったわけではなくて、メキシコっていう名前の、お店、タコス屋さんがあるんですよね。はい。で、ここのタコスがですね、めちゃくちゃ美味しいということで行きました。はい。ね、本当に美味しかったです。はい。そうなんですよ。沖縄はタコスとか、あと、なんでしょう、タコスのご飯バージョン。下にご飯があって、で、タコスミートとかレタス、トマト、チーズがあるタコライスっていうのも有名だったりするんですよ。はい。なんですけど、今回はそこでタコス食べました。で、そこのタコスはですね、パリもちの皮でした。なんかパリパリもしてるし、もちもちもしてるし、どっちもの食感があるということで、パリもち食感の皮でした。はい。で、その中に、あんまり脂っこくないタコスミート、ひき肉ですよね、があって、レタスとトマトとチーズがですね、本当にちょうどいい量、味も全部バランスがいい、本当にね、絶妙に美味しいタコスでした。はい。で、そこに、サルサソースを自分で好きな量かけて、結構ね、辛かったので、私はちょっとだけサルサソースかけて食べたんですけど、それね、美味しかったです。もう本当にね、沖縄県以外にもお店があったら、近くにそのお店があったら、すぐにでも行きたいなっていうぐらい美味しかったんですけど、沖縄県にしかないお店ということで、また今度、もし沖縄にもう一度行ったら、そのお店は絶対に絶対に絶対に行きたいなと。それぐらい美味しかったです。はい。で、それが朝ごはんにでしたね。はい。で、そのタコス食べて、で、その後はですね、またチャタンに戻って、で、アラハビーチっていう結構大きいね、ビーチがあるので、そこに行って写真を撮ったりしました。はい。で、そのビーチね、面白くて、なんかバスケットコートとかもあったりとかしましたね。はい。で、やっぱりね、日本の中だと沖縄県すっごくすごく海綺麗だなと思います。はい。もちろんね、海外にはもっともっと綺麗な海はあるとは思うんですけど、日本の中では沖縄の海は本当に綺麗だなって思いますね。はい。なので、ビーチ行けてよかったです。はい。で、その後はですね、なんか、デポアイランドっていうショッピングエリアがあって、そこもお土産屋さんとか、ご飯屋さん、カフェとかがたくさんある、ショッピング施設になってます。で、ここではですね、いろいろ行ったんですけど、スッパイマンショップっていうのがありまして、スッパイマンショップに行きました。はい。で、そう、スッパイマンショップって何って思うじゃないですか。で、これです。スッパイマン。梅干しが有名なんですよ。梅干しって酸っぱいじゃないですか。はい。なので、そう、酸っぱいマンっていうね、名前の商品があるんですけど、これがですね、これです。酸っぱいマンこれです。スーパーマンじゃなくて酸っぱいマンです。はい。で、酸っぱいマンショップには、その梅干し、もちろんこういうね、干し梅が一番有名なんですけど、これがあったりとか、あとは梅味のお菓子がたくさんありました。はい。で、私、干し梅とかも大好きなんで、この酸っぱいマンの干し梅買って、あとはなんかこういう、イカ天のお菓子の梅の味とかもあったので、これも買ってみました。はい。という感じで、はい、酸っぱいマンショップ。そんな皆さん行きたいかわかんないんですけど、酸っぱいマンショップ、行きました。はい。で、その後はですね、お昼ご飯食べに行ったんですよ。で、沖縄ではですね、沖縄そばっていうものがすごく有名な食べ物になります。はい。
なんだろうな、そばっていう名前なんですけど、そばではありません。はい。そばってね、茶色っぽいそば、日本のそばあると思うんですけど、あれとは全く違う食べ物です。なんか、うどんとラーメンの間みたいな食べ物です。はい。そうですね。ラーメンの一種なのかな。本当に説明が難しいんですけど、うどんとラーメンの間のような、麺です。はい。沖縄そば有名なんですよ。はい。で、まあね、沖縄そばのお店が本当にたくさん沖縄県にあるんですけど、今回は浜屋っていうところの沖縄そばを食べに行きました。はい。またね、写真載せておこうかなと思うんですけど、これもね、めちゃくちゃ美味しくて、はい。もうね、すぐ食べちゃいましたね。はい。で、その後ですね、2日目、お昼食べた後は、沖縄県の近くに、郡島っていう小さい島があるんですけど、そっちに移動しました。はい。で、郡大橋っていう沖縄県と郡島をつなぐ橋があるんですけど、そこをですね、車で渡って、そして郡島に行きました。はい。で、なんとですね、車で10分ぐらいあればその島一周できちゃいます。はい。それぐらい小さい島なんですけど、カフェがあったりとか観光スポットが割とあるね、綺麗な島になっております。はい。で、郡島着いて、まずはもう綺麗な海を見ましょうということで、郡大橋の近くのですね、ビーチでたくさん写真を撮りました。はい。で、その後は、ハートロックって呼ばれる、なんだろう、岩ロックなので岩なんですけど、ハートの形をした岩が海にある場所があるので、郡島から見れるんですけど、そのハートロックを見に行って、写真をたくさん撮って、きました。はい。で、そしてですね、郡島で有名な食べ物の一つに、氷シュリンプっていうものがあります。はい。エビですね。なんかガーリックシュリンプと、ご飯のセットが一番有名だったので、その氷シュリンプを食べました。まあ美味しかったんですけど、正直ですよ。本当にニンニクがすごくて、もうめちゃめちゃニンニクの匂いとニンニクの味が強かったので、もうちょっと控えめなニンニクでもいいかなって、正直思ってしまいました。はい。まあ普通に美味しかったんですけどね、正直な感想でした。はい。で、その後はですね、その日は郡島のホテルに、泊まる予定だったので、そのホテルにチェックインしました。はい。で、そこもですね、海が見えるベランダがついていて、で、部屋もなんかアパートみたいな感じ、アパートの一部屋みたいな感じで、広いし、綺麗だし、海が見えるし、最高なホテルだなって思いました。はい。で、まあその日も結構ね、いろいろ食べたんですけど、やっぱちょっと夜ご飯何か食べたいなというところで、でも郡島にはですね、スーパーとかそういうお店とかはなかったので、沖縄に、戻って、車で20分ぐらいで行けましたので、そう車で、沖縄に一度戻って、沖縄のイオンに行きました。はい。日本にはですね、イオンモールっていうもう有名なショッピングモールがたくさんあるんですけど、沖縄にもそのイオンがあったので、イオンに行って、で、何買ったと思いますか？夜ご飯。沖縄ですよ。沖縄です。はい。なんですけど、サーモンとドーナツと天ぷら買いました。はい。組み合わせも変だし、またサーモンかいってね、なると思うんですけど、まあもうしょうがない。もうね、お昼までにたくさん沖縄料理もう食べたし、で、夜はなんかね、好きなものをちょっとずつ食べようっていうことで、イオンに行ったらですね、サーモンが売ってたんですよ。はい。なので、買っちゃいましたね。はい。というところで、2日目が終わりました。はい。あと1日ですので、最後までどうか聞いていってください。はい。
で、3日目に入ります。はい、3日目、朝起きてですね、歯磨きするじゃないですか。はい。で、これをですね、海が見えるベランダにある椅子に座って、黄昏ながら歯磨きをしました。もうね、最高ですよね。うん。そう、これもね、ちょっと言い忘れてたんですけど、沖縄はですね、11月なのに、あったかかったんですよ。うん、むしろ暑かったですね。はい。もう11月っていうと、愛知県とか、もう東京とか大阪とかは結構寒いので、もちろん長袖着てるんですけど、沖縄はですね、まだまだ暖かくて、11月なのに全然28度とかあって、夏の天気だったので、もうね、半袖で過ごして暖かかったです。はい。そう。っていう、それぐらいね、暖かい天気だったので、もう朝ね、起きて、で、そのままベランダで座って、歯磨きをして、海綺麗だなーってね、できるぐらいね、いい天気でした。はい。そして、その後はですね、3日目は、美ら海水族館っていう水族館に行きました。はい。沖縄にはですね、その美ら海水族館っていう大きい水族館があるんですよ。はい。それはですね、高校生の時に修学旅行で1回その水族館に行ったことがあったので、2回目になりました。はい。でもですね、結構忘れちゃってたんですけど、久しぶりに行ったら、なんかね、思ったよりすごい大きい水族館だなーってね、思い出しました。はい。で、その水族館ですね、結構珍しい、生き物もいました。はい。ちょっとわかるかわかんないんですけど、写真載せときます。あったらね。チンアナゴがいたりとか、タツノオトシゴとか、マナティーとか、ジンベエザメとか、結構ね、珍しい生き物たくさんいました。はい。チンアナゴっていう生き物結構面白いんですけど、アナゴではあるんですけど、なんか基本的には砂に潜ってて、で、顔だけその砂から出てるみたいな、そういう生き物です。はい。ちょっとね、面白いので、もし写真あったら載せておきます。はい。で、その水族館もね、結構良かったので、おすすめですね。はい。で、その次にですね、シーサー色塗り体験をしました。はい。なんかシーサーの置物があって、で、それに、自分たちで好きな色を塗って、で、自分だけのシーサーを作るっていう、そういうことができるお店があったので、そこに行きました。はい。一応ですね、シーサーここにいるので見せたいと思います。はい。こんな感じです。はい。どうですか？可愛くないですか？はい。こっちが私が作ったシーサーで、こっちがパートナーが作ったシーサーです。はい。で、私はサーモンが好きなので、オレンジのサーモンシーサーにしました。サーモンシーサーってなんやねんって感じだと思うんですけど、はい。サーモンの色にシーサーを塗りました。可愛いですよね。はい。というところですね。はい。でもこのシーサーちゃんに後で事件が起きますので、ぜひ最後まで聞いていってください。はい。そして、その後はですね、もう帰ります。はい。帰る時間になってしまいました。本当にね、沖縄楽しくて、もうね、なんか旅行行って、お家帰りたくないなって思うことあんまりないですけど、私家にいるの大好きなんで、はい。でもね、沖縄楽しすぎて、なんか帰りたくないなってもうずっとここにいたいなって、はい、思いましたね。はい。それぐらい楽しかったです。で、そう、那覇空港に行って、で、最後、A&W っていう、有名なハンバーガー屋さんが沖縄にあるんですよ。はい。で、なんかみんなエンダーエンダーって呼んでるみたいなんですけど、そのエンダーの、ハンバーガー食べました。はい。で、もちろん、すごいボリュームがあるハンバーガーもあったんですけど、ちょっとね、野菜も食べたかったので、そういう、野菜もたくさん入ってて、あんまり脂っこくないっていうね、ハンバーガーがあって、で、それがね、めちゃめちゃ美味しかったので、それもおすすめです。はい。で、あと、もう一つ、ポータマもですね、もう一回どうしても食べたくて、
はい、その空港にもお店があったので、最後にポータマモを買って、一つは食べて、一つはジョタのさすがに食べ過ぎだなというところで、お家に持ち帰りました。お土産としてね。はい。うん。というところで、結構遅かったですね。夜の12時ぐらいにお家に着いて3日間の沖縄旅行が終了しました。はい。というところでどうだったでしょうか。結構ね、思ったより動画が長くなっちゃって、途中、今日は前回の1時間ポッドキャストはなぜか水飲まないで頑張っちゃったんですけど、今日は途中でちょっと画面から抜けて水を飲みながら話しました。はい。なので生きております。はい。で、帰りました。楽しかったんですよ。楽しかったんですけど、で、その次の日が水曜日だったんですけど、水曜日にですね、事件が起こります。このかわいいシーサーちゃんですね。水曜日にお土産を見ていたら、このシーサーがなんと家にないということに気づきました。はい。ってね。シーサーどこ行ったって、もう本当にね、泣きそうで悲しくて、どうしたんだろうってね、考えたんですけど、思い出しました。多分、飛行機の中に忘れてきてしまいましたと。やってしまったっていうことですね。で、その飛行機のウェブサイト見て、そしたらなんかね、その私たちが乗った日の飛行機で、忘れ物が2件ありますって出ていたので、それがシーサーだったらいいなって思いながら、そう忘れ物の問い合わせメールを送って、でそしたらその次の日木曜日に電話が来たんですよ。はい。でシーサーが無事にありました。はいね、やっぱり飛行機の中に忘れちゃったみたいでね。はい。まあね、県内ではあるんですけど、その愛知県の空港にありますよっていうことで、その同じ週の日曜日にですね、家から、車で1時間ぐらいなんですけど、その空港に取りに行って、無事にですね、このシーサーちゃんをお家に連れて帰ってくることができました。はい。本当にね、何やってるんだっていう感じですけどね、あってよかったです。はい。結構ね、もう2時間ぐらい色塗ったりとかしてね、あとね、全部でなんか9000円ぐらいしたかな。っていうお金も時間もかけたお土産だったので、ね、一番忘れてはいけないものを飛行機に忘れてきてしまって、はい。ね、泣きそうだったんですけど、無事にあったのでよかったです。はい。というのが事件でした。はい。という感じで、今回もですね、旅行に行ったよということで、沖縄旅行1日目から3日目まで、バーっとスケジュールに沿って、話しちゃったんですけど、いかがだったでしょうか。こういう動画は皆さんは好きですか？はい。ね、Vlog ではないんですけど、そのね、旅行に行ったよっていう話を話すっていうポッドキャストでした。はい。皆さんは沖縄に行ったことがありますか？はい。もし行ったことがない方は行ってみたいですか？はい。もしよかったら、今日もですね、たくさんコメントをよろしくお願いします。はい。まだまだですね、YouTube でお金を稼ぐことはできてはいないんですけど、皆さんがコメントをくれたりですね、あとは私の日本語レッスンに来てくれたりとか、そういう方たちのおかげでもう動画頑張れていますので、はい、もしよかったらオンラインレッスン、iTalki とプレプリでやっておりますので、興味がある方は日本語レッスンに来てください。はい、そうじゃなくても、もしよかったらコメントたくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。はい、それでは今日も最後まで聞いてくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。またねー。See you later. Bye bye.